翌朝、先に目を覚ましたジュー検察官はリーの携帯におじから電話がかかってきていることに気づく。迷うことなく電源を切り、そのまま出社した。おかげで寝過ごしてしまったリーは慌ててジューに電話をかけて遅刻を謝るが、帰ってきたのはもう来なくていいという冷たい言葉だった。何か失敗をしてしまったのではないかと不安になり、昨夜のことを必死に思い返すリー。しかし実際はジューが直接現場へ向かうよう指示しただけだった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。現場視察を終えてオフィスに戻り、案件について話しているとジョー部長が挨拶に入ってきた。その姿を見た助手は一気に緊張し、手にしていた水をすべてリーの服にこぼしてしまう。慌ててモップを取りに部屋を飛び出すと、残されたジューは濡れたリーの服に手を伸ばし、ボタンを一つずつ外し始めた。思いがけない行動にリーの鼓動は一気に早まる。ジューが事件の話を切り出しても、リーは昨夜2人が一夜を共にしたことについて話しているのだと思い込み、酒に酔っていたことを詫びた。ところがジューの口から返ってきたのは、自分はリーと違って酔っていなかったという意外な言葉だった。一瞬期待に胸を躍らせたリーだが、次の瞬間ジューは2人の関係をセフレという言葉で切り捨てた。微妙な空気が流れる中、助手が部屋へ飛び込んできた。ジューは自分のワイシャツを着るよう促し、一回り大きなシャツに袖を通すリーへ静かに近づくと、何事もないように丁寧に袖をまくってやった。その自然すぎる気遣いにリーはセフレとは思えない優しさを感じ、戸惑いを隠せなかった。ちょうどその頃、容疑者の潜伏先が判明し、リーは現場へ向かうことになったが、ジューは彼を一人で行かせることができず、自ら同行する。山道を歩いて息を切らすリーを見ると、ジューは冗談とも根気ともつかない口調で尻を軽くつかみ、体力作りを手伝ってやろうかとからかう。リーがあっさり断ると、今度は寒そうにしている彼を自分の胸へ引き寄せ、後ろからそっと抱きしめた。さらに容疑者を待ち伏せしている最中、落ち着きを失っていたリーの頭上に箱が落ちてくる。ジューがとっさにかばったことで、リーは彼の下へ潜り込むような体勢となり、2人は思わず顔を見合わせる。するとジューはリーの口元に指を差し入れ、その指を自分の口へ運んでゆっくり舐めた。その直後、容疑者が凶器を構え、ジューへ向けてきた。彼は反射的に飛び出して生成しようとするが、父親が殺されたあの日の記憶が鮮明によみがえり、激しいトラウマに襲われて体が全く動かなくなってしまった。リンは迷うことなく銃の前へ飛び出し、振り下ろされたナイフから身を挺して彼をかばった。すぐに病院へ搬送され、処置を終えて戻ってくると、待ち構えていた銃が立て続けに容体を尋ねる。幸い傷は浅く、その日のうちに退院できることに安堵した銃は、これから先お前を傷つけるのは俺だけでいいと、あまりにも当然のように言い放った。翌日、事件の捜査で2人はラブホへ向かい、隣の部屋から生めかしい喘ぎ声が聞こえてきて、リーは居心地悪そうに視線をそらす。しかし現場で不審なものを見つけたリーが手を伸ばした瞬間、足を滑らせてしまって、まるでお姫様抱っこのような格好で銃が受け止める形になった。はっと我に返ってすぐに飛び降りたリーの手には、麻薬取引を裏付ける決定的な証拠が握られていた。その日の仕事を終え、2人は夕食へ向かった。以前はリーが食べ終わる前に席を立っていたジューも、今夜は彼のペースに合わせゆっくりと箸を進める。ところが助手と最近親しくしていると知った途端、ジューの表情が一変する。リーが彼には何かと世話になっていると続けると、嫉妬を隠すことなく一瞬でリーを置いて店を出て行ってしまった。ジューの気まぐれでめんどくさい喜怒哀楽を受け止められるのはもうリーしかいないと確信したのは私だけかしら。オフィスに戻ると、おじが再びリーの前に現れた。自分の不正を調べ上げられ、助けを求めに来たのだ。リーが取り合わないと、おじは思わず手を挙げるが、すぐに銃が間に入り生成する。おじを追い詰めたのは他でもない銃だった。
友人にはリーを大切な人だと話していたにもかかわらず、本人に問われると何もしていないと否定する。その後、2人は麻薬事件に関わる会長のもとを訪れ、彼女の娘が高校時代に付き合っていた男は実は姉を殺したという噂があると聞かされる。その男こそ現在のジョー部長だった。また次回お会いしましょう。ではでは。